ヤッホーとしきです。今回は序盤からずっと役立つおすすめ攻略6選ということで、ついに発売されたライズオブローニン、僕ハードモードでやってるんですけど、めちゃくちゃ強くて楽しいですね。で、今回は僕ハードモードで中盤終わりぐらいまで進めて分かった序盤からね、知っておきたい攻略、こちらの感じでまとめてきましたんで、ぜひ最後までご覧ください。本当にね、序盤から知っておくだけでかなり役に立つと思いますよ。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。まずは設定からやってみたいと思います。ゲーム設定の、基本設定の下の方ずいずいずいっといくと、ハッドですね。画面表記に関してなんですけど、デフォルトでここで敵へのダメージ、自身へのダメージとか、ここの3種類ですね。ダメージ表記が全部オフになってるので、これはオンの方がやりやすいんじゃないかなと思います。一部ね、通な方はオフでやる方いるかもしれませんが、火力がわかんなくなってしまうので、これはね、普通にオンでいいんじゃないかなと思います。続いてユーザー補助の、これですね、一番最初、長押し操作の時間、これ最初デフォルトで5になってるんですけど、3とか2ぐらいがやりやすいんじゃないかなと思いますね。サクサク進めていくためにはいちいち長押しの時間が長いとね、手間取ってしまうんで、3ぐらいにしといた方がいいかなって感じ。ここはね、お好みなんですけど、キーコンフィグで移動押し込みダッシュに僕はしてるんですが、デフォルトだとここ丸ダッシュなんですね。で、そうすると回避とダッシュが同じ項目になってしまって、僕はね、今 L スティック押し込みでダッシュとしゃがむにしてるんですね。あっちこっちいろいろ探索しに行くので、なんかね、個人的に回避とね、ダッシュが一緒だとちょっと頭がこんがらがってしまって、すごくね、やりにくかったんで、僕と同じタイプの方はね、押し込みダッシュで丸はもう回避だけって頭をスッキリさせた方が、バトルもね、かなりやりやすくなりました。本当にね、皆さんの好みというか、今までのゲーム体験によるんですが、僕はね、L スティック押し込みダッシュの方が慣れてるんで、これにしてみました。ぜひ参考にしてみてください。今回のオプション設定いじる上で一番大事なのがこちらですね。アイテムの自動収集。これデフォルトでオフなんですけど、オンにしてみてください。めちゃくちゃ快適なゲーム体験になります。普通にね、歩いてるだけ、もしくは馬に乗っていても、ちょっと近づくだけで勝手にね、フィールドに生えてる素材をゲットしてくれるんで、すごいはかどるんですよね。若干ね、勝手にアイテム取ってくれるんで、ゲームの世界観というかね、ちょっと崩れる感じはしますが、せっかくのね、幕末時代なんで、本当にそこで生活してるかのようなゲーム体験をしたいって方は自分で撮りたいっていう人もいると思うんですけど、個人的にはね、これオンの方がめちゃくちゃ便利だったんで、おすすめしたいですね。皆さんもぜひやってみてくださいね。で、あとはカメラ系ですね。上下の旋回速度ですね。デフォルト5で、僕は6でやってたんですけど、7ぐらいいっちゃっていいんじゃないかなと思いますね。マジでアクション激しいんで、ロックオンしてない時に敵を見失うと結構まずいことになるんで、旋回速度はね、速いに越したことはないかなって感じですね。探索の時も便利ですよね。で、カメラつながりで項目カメラに戻っていただいて、下の方ですね、カメラ補正の枠にカメラ距離ってあるんですけど、デフォルトね、これ2なんですね。で、これよくあるアクションゲームで、キャラクターとカメラの距離を広げようっていう項目ですね。数字が大きい方がカメラが遠くなって視野角が広くなるんですが、本作ライズオブローニンはね、あんまりこれ変わらないんですよね。ちょっと細かくね、実験してみたんですけど、2から4にしてみても別にそんなに変わらないんで、集団戦になることも多いですし、どこに敵隠れてんのかなって遠距離で狙う時もありますから、4にしといた方がいいんじゃないかなと思います。はい、といった感じでオプションいじってみましたが、最重要項目はね、ユーザー補助のこれですね、アイテム自動収集オンにするかオフにするかって感じなんで、最初のうちはね、オンでもいいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。おすすめのスキルフリーやってみたいと思います。序盤からね、いろんなね、こう4種類スキルツリーあって、どれから育てようかなって迷ってる方多いと思いますが、まず安定するのは武勇ですよね。ここら辺の項目を解放していくと、左下に書いてあるように、武器の攻撃力と防御力が上がるんですね。防御力が結構重要なんですけど、いわゆる安定してゲームを攻略していく上では必須のパラメーターが上がるんで、武勇はね、かなりおすすめですね。って言いたいところなんですが、今回紹介するのはそれよりもまず先にこちら技能。ここは副武器、銃とか弓の攻撃力が上がる項目なんですけど、その中の左から2番目のここ、連続暗殺、そして鍵縄暗殺。ここはね、他のゲームタイトルやったことある方は分かりみがある感じなんですけど、まず連続暗殺は、これアサシンクリードにあるやつですね。一人暗殺成功すると他の敵もね、勝手に暗殺できるようになるんで、頭数減らすのにかなり便利なんですね。で、その下のこっち、鍵縄暗殺がもっと便利で、これはスパイダーマンですね。敵を鍵縄で上に連れてって静かに暗殺することができるんで、本当にこれ便利でしたね。例えば、こういったシチュエーションよく出会うと思うんですけど、3人会議していて全員倒したいんだけど、これ下に降りたら1対3になってしまってすごく不利ですよね。どうしようかなって悩むと思います。
思います。そういう時はこちらを向いていない敵を残して1人鍵縄暗殺してみます。これでまず頭数が1人減りましたね。で、一瞬警戒モードになるんですけど、視界から外れていればこれ時間経過すると結構ね、簡単に警戒解いてくれて、またね、そこを下に待機してくれてるんですね。あ、いましたね。で、またもう1人鍵縄暗殺で頭数を減らして、これでもう残り1人ですよね。こいつもね、運よくできるんで、これでバトルを行うことなく鍵縄暗殺だけで3人仕留めることができましたね。これめちゃくちゃ便利じゃないですか。ぜひやってみてください。僕今ハードモードでやってるんですけど、マジで集団戦きついんで、暗殺はね、かなりお世話になってますね。で、あと遠距離武器が結構強いんで、ここの技能を解放していけば、その銃とか弓とかの威力も上がってくんで、ほんとね、いいこと尽くし。で、ちょうど同じ技能のところ、左から4列目にね、弓術の強化画面があって、一番下までね、結構かかるんですけど、頭部命中時に矢回収の確率がプラス 24% まで僕は上げてて、最初 12% なんですけど、こういうのもね、結構便利だったりするんでおすすめです。そして今作をもっと効率的に進めたいなっていう方におすすめなのが、こちら武勇に戻ってきまして、右から2番目の真ん中ら辺、武器熟練度の獲得量アップですね。僕はレベル3までやっていて 12% なんですけど、これはね、最初から解放しておいた方がかなりいいですよね。また似たような項目が、こちら魅力の方のここですね、因縁の獲得量アップとか、ここも結構解放するまでかかるんですけど、5の獲得量アップとかね、もうスキルが結構たくさんあって、これレベル2とか強化までできるんで、見た目よりも項目が多いんですね。なので、こういった経験値バフみたいな項目を最初から解放しておくことで、そもそもこのスキルポイントを振るために必要なポイントを獲得しやすい環境を整えるっていうのが結構重要だったりするんじゃないかなと思います。まあね、結構ポイントも必要になるんだけど、さっき紹介したもの以外であれば別にね、そこまで必須級のスキルっていうのはないんで、結構余ると思うんですよね。基本的なね、火力が上がるとか防御力が上がって生存力の上がる武勇の項目は上げていきたいところなんだけど、どっちみちアクションは難しめに設定されてて敵強いんで、武勇で基礎ステータスを伸ばすか、もしくは経験値バフを先に取りに行く、どちらか2択でいいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。誰でも簡単バトルテク4戦やってみたいと思います。まあ結構ね、アクション得意な方はどんどん自分でね、敵のモーションに慣れて、セッカ、パリですね、どんどん決めて勝っていくと思うんですが、まあここではね、一旦立ち止まってアクション苦手だよっていう方、アクションちょっとやったことあるけどっていう中級者ぐらいの方までの参考になったらいいなっていう戦法なんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、まずは遠距離武器を使った拠点での立ち回り方やってみたいと思います。これもね、かなりおすすめなバトルテクになってるんでやってみてください。まずこんな感じで高所を取って1人できそうな敵は鍵縄暗殺で頭数を1減らしますね。で、その後場所を移動して次暗殺できそうなとこないかなって探しに行きます。そしていい感じに1人狙える場所を見つけたら、ここでとりあえず銃か弓で1人倒してしまいます。で、この音とか、まあ倒れたことでね、バレると思いますが、そしたらすぐに場所を移動して、なるべく敵から離れてみてください。で、高所を取りに行きますね。ちょっとダメージを食らっても構わず逃げて、できればこういった感じで鍵縄でしか行けないところがいいですね。敵が来れなくなるんで。で、そうするとこれぐらい離れるとね、敵が警戒だんだん解いてくれて、探し始めるんですね。そしたらまた遠距離武器の餌食にできるんですよね。こんな感じで止まってますよね。はい、ドーンって感じでめちゃくちゃ強いですよね。5073入りますからね。マジで火力高いし安全なんで、パリーとか苦手な方はね、こっちトライしてみてほしいですね。2084も入りますね。これも構わず打っていれば勝てますね。せっかくのパリーを楽しみたいよって方はね、これ封印していただいて、アクション苦手な方用の戦法だと思ってもらえればいいですね。これぜひやってみてください。続いて2つ目ですね。先ほどの銃は拠点だけじゃなく、こういった中ボスでもかなりね、猛威を振るいます。僕ね、この巨漢マジで苦手で、攻撃読みづらいし、火力がバカほど高いんで、マジで嫌いなんですよ。これ戦ってる時はマジでね、出会ったばっかりなんで、攻撃モーションもよくわかんなくて、パリもできないし、めちゃくちゃ火力にビビってたんですね。で、頑張って戦ってても、レベル差があることに気づいてなくて、一撃で死んでしまうと。個人的にね、こいつのパリはこれから練習したいなと思ってますが、アクション苦手な方とか、サクサク進めたい方はね、銃をね、使ってみるとマジでいいですよ。まずは敵の位置が分かったので、高所から暗殺で先制攻撃を仕掛けていきます。そしたら、まず離れて敵の攻撃が当たらないように注意して、火縄銃がいいですね。弓でもいいんですけど、銃の方が強いですね。ヘッドショット撃ったらこれ実は致命攻撃というか、もう一回大ダメージ与えることができるんですよね。都合これで3000ぐらい与えられてるんで、マジでね、切り合いするより早いんですよね。で、一発の通常の体に当たった時のダメージも984とかね。はい、2105出ましたね。で、もう一回致命攻撃。これマジ強くないですか？あんなに苦戦してたやつがもう虫の息ですね。最後一発撃って沈めて終わりですね。いかがで
でしたでしょうか。マジで本当に強いボスと出会ってしまって積むぐらいだったらこれで突破した方が楽しいと思うんで、ぜひね皆さんやってみてください。続いて3つ目はボスでも使うことのできるお手軽戦法ですね。切り替え戦法って呼んでます。さっきのような銃の攻撃はボスにはね効かないことがあったりするんで、割とね接近戦もトライしていかなきゃいけないですね。こんな感じでパリ成功すればいいんですけど、結構強いボスいますよね。はい、食らってしまいますよね。そういう時はこんな感じでもう一人相棒がいると思うんで、切り替えて攻撃してみてください。タイミングはターゲットが自分に向いた瞬間にもう一方の相方に変わるで攻撃する。そうするとねめちゃくちゃハイスピードでどんどん攻撃することができて、しかもね CPU に任せると勝手に防御してくれるんですよね。嬉しいですよね。これ結構安全に立ち回ることができて一方的に攻撃できるんで、数の暴力を押し付けて、はい、結構簡単に HP 減らせてますよね。いやこれやり始めた瞬間結構ぬるゲー化したんで、これも注意かなって感じですね。まあ本当に敵のボスに積むぐらいだったらこれやってみてください。結構楽しいですよ。そして最後にガード石化戦術ですね。やってみたいと思います。今作はねほんとパリができるんで、パリばっかり上手くないとクリアできないんじゃないかなと思われるかもしれませんが、今回ねマジでガードが結構重要です。しっかりガードをして敵の攻撃を見極めてから連続攻撃の最後だけパリするっていうやり方がめちゃくちゃ強いので、ぜひ参考にしてみてください。はい、戦闘が始まりました。まずはガードですね。何をしてくるかわからないんで、とりあえず敵の攻撃を3回攻撃なんだなって、これは1回攻撃なんだなっていう感じで攻撃回数をまずは見極める。そして赤攻撃の攻撃レンジを見極めることが非常に重要になってきます。最初からパリできる人っていないと思うんで、こんな感じになると思うんですよ。で、よくバトルが難しいなって感じてる人はこの連続攻撃をね全部食らっちゃってると思うんですね。なのでまずはガードではい、過ごしてから敵の攻撃をしっかり見てここみたいなね。ガードしてればダメージ食らうことはないんで、心はね落ち着くと思います。はい、これ3回攻撃でしょうみたいな感じで攻撃回数と攻撃の範囲をまずはガードで見極めましょう。はい、こんな感じですね。慣れてくると全然はい何回もパリすることができるようになるんで、まずはガードですね。パリゲーなんだけどマジでガード大事です。これはボスでもそうですね。はい、これも意外と届くっていうのが分かっていれば三角構えられますよね。まあ回避もあるんですけどね。回避も重要っちゃ重要なんですけど、基本的にね、道中の雑魚敵に対してはもうガードでいいかなって感じですね。今これハードモードでやってるんですけど、慣れてくればね、はい、こんな感じでできると思います。もうパリはマジで目で慣れるだけなんで、何回もやればね、ミスるんだけど3回攻撃って分かってれば当てにいけれますよね。パリすごく決まると気持ちいいんで、ぜひね、ガードをしてからパリするんだよっていうのを覚えて、バトルどんどん楽しんでいってくださいね。あとこれ余談なんですけど、銃剣がめちゃくちゃ強くて、これ四角長押しすると遠くからパンパン撃てるんですね。これめっちゃ強いんですよ。これ雑魚的なんで、めちゃくちゃ当たってくれるんですけど、意外とちょっと手だれとかでも、遠くからパンパン撃ってれば一発ぐらいは当たってちょっとずつダメージ与えることができるんで、この攻撃の後とかね狙って、はい、こんな感じで、はい、避けてこんな感じで避けられますね。でも結構ね間合いの外から攻撃できるんで、こんな感じではい。銃剣めちゃくちゃ便利なんで、アクション苦手な方はぜひ使ってみてください。はい。最重要好感度人物やってみたいと思います。ご覧の通り、猫が集まってますよね。この人ね、実は猫を司ってる NPC なんですね。今作はストーリーを進めていくと、いろんなところでいろんな人物が仲間になって、因縁レベルと好感度というものがあって、あげるといいことがあるんですね。アイテムもらえたりとか、流派が育ったりとか、そして新しい機能が解放されたりします。そんないろんな人物の中でも、この人と仲良くなって解放される機能がめちゃくちゃ有能なので最重要人物なんですね。その重要な機能というのが何かというと、ストーリーを進めると入ることのできる長屋ですね。ここでいろんなアイテムを自動的にゲットできる機能が解放されます。素材だけでなく武器や防具、また各 NPC にあげることのできる贈り物アイテムなんかも勝手にゲットすることができます。で、それが何かというと、設備というところの貸し猫ですね。皆さん各マップに点在する猫を集めてると思うんですけど、実はね、あの猫たちが勝手にアイテムを拾ってきてくれるんですね。モンハンでいうところのオトモアイルーンの探検隊ってやつですね。こんな感じで時間55分とか1時間かかるんだけど、表示されている武器、防具、もしくは素材とかを勝手に取ってきてくれるっていう、やばくないですかこれ。必要な猫数が4とか7とか書いてあって、多分だけど33匹必要なこういう派遣先の方がより高品質なアイテム持ってきてくれると思うんで、面白いの
のが、他のプレイヤーが派遣していないところの場所の方がこういう風に上矢印マークがついてるんですね。まあ人の手が足りなくて猫の手も借りたいっていうイメージなんでしょうけど。で、逆に下方向はみんな派遣してるんで、いい報酬が得られないよって感じになってます。こういうのも面白いですよね。なので今この中だったら25匹必要なここが報酬アップしてるんで派遣しようかなって感じ。今のところまだ僕は中盤終わりかけぐらいまで進めてますが、そこまでね、いい武器とか防具持ってきてくれてはないんですけど、仲間にあげれるプレゼントを持ってきてくれるのがめちゃくちゃでかいんですよね。絶対今後ね、重要な機能になっていくと思いますんで、まずね、ここにたどり着いたら真っ先に話しかけて好感度を上げてってください。で、ここどこかっていうと、マップはお見せできないんですけど、こういう、なんていうんですかね、遊郭みたいなところにたどり着いたらすぐいるんで、ぜひ話しかけてみてください。で、話しかけると、こんな感じで選択肢があって、渡したいものがある、プレゼントを送るところがあるんですね。このハートマークがついてるものをあげれば好感度が上がり、で、一応ね、チュートリアルも読んだんですけど、贈り物をすると因縁を深めることができるって書いてあったんで、薄雲大は猫を集めることでも因縁レベルは上がりますが、多分ですけど、プレゼントを送っても因縁レベル上げれると思います。で、因縁レベルを上げれば上げるほど、猫の派遣数も増えていって、かなり恩恵がでかいんで、真っ先に贈り物をあげちゃってください。で、さっき紹介した通り、ここら辺の贈り物アイテムは猫が勝手に拾ってきてくれるんで、他のキャラクターとの因縁を深める手伝いにもなりますし、ひいてはそれで流派がレベルアップしたりとかして、結果火力アップに貢献すると思うんで、ぜひね、薄雲太夫さんと一番最初に仲良くしてみてください。お手軽無限回復アイテム&強武器入手やってみたいと思います。で、これ今どこにいるのかというと、宮崎というエリアの北西に位置している賭博場ですね。ここの賭博の景品で無限に回復アイテムをゲットできたり、序盤にしては結構強めな武器ゲットできるんで、ぜひやってみてください。どんなのがあるのかというと、こいつに話しかけて景品交換ですね。これですね、改良炭って読むんですかね。普段持ち歩くチェックポイントで配布されるエストビンみたいなね、固定の回復アイテムとは別に3つまで持っていける、そんですげえ回復するんですよ。これ、体力と気力を同時にほぼほぼマックスまで回復できるんで、これはね、ぜひ持っていきたいかなって感じなんですが、これだけ在庫数が書いてないので、無限にゲットすることができます。で、他にも贈り物がそれぞれ5個ずつあったり、スキルポイントの経験値本、そして下の方には結構強めな武器が序盤にしてはですけど、いっぱい揃えてあって、ここら辺をゲットするには、賭博でゲットした長反という棒が必要になります。1個400とか300とか200とかあるんですが、僕ね、いくつ持ってるのかというと、9999って書いてありますよね。右下に。やばくないですか普通にやったら、これ 50% の確率で当たって売買ゲームなんで、9999まで貯めるのはめちゃくちゃ時間がかかるんですよ。ただ一つのコツを押さえれば、ここまで増やすのに30分かからないんですね。そのコツが何かというと、実はこれ、セーブ&ロードができちゃうんすね。まずは増やそうとする前に一旦セーブしていただいて、それから遊ぶを選んでいただいて、これ2分の1どっちか選ぶんですけど、超か半か2分の1の確率を当てるゲームなんですが、最初はね、確か15ぐらい持ってるんで、もう全部マックスかけちゃってください。2分の1なんで、ぶっちゃけずっと超でもいいですし、半でもいいです。適当に動かしてもいいんですけど、当たったらセーブしてもう一回始める。で、外してしまったらセーブせずにタイトルに戻ってまたロードし直してもう一回やるって感じですね。そうすれば確実に満額ずつ増やしていくことができて、僕みたいに9999なんてそんな増やさなくてもいいんですね。これ満額1000までしかベットできないんで、1000以上をキープして、まあ、2、3000ぐらいですかね。それぐらいキープしておけば、後で景品で交換しても全然ね、1回1000ずつ増やすことができるんで、すげえ楽ですよね。回復アイテムは1個5しか消費しないんで、1回1000で勝つだけで200個ゲットできますよね。これめちゃくちゃうまいんですよ。アクション苦手な方、もしくはバトル狂でね、パリの練習する際にも、これお供としてね、いっぱい持っといた方がいいと思うんで、ぜひね、この方法で増やしてみてください。マジで無限なんすね。ちなみにこれは余談ですが、ここら辺の武器ゲットするときも、実はね、このサブステータスというか、特殊効果パークみたいなものも、実は厳選できたりするんですよ。セーブ&ロードで毎回もらうときに確認してみたら、中身変わってたんで、まあ、でもね、これ超強い武器っていうか、多分だけど序盤では強いよっていうレベルの武器だと思うんで、そこまではしなくてもいいかなっていう感じですね。欲しい方はやってみてください。最後に武器スキルの継承機能の開放をやってみたいと思います。鍛冶屋さんに行くと、因縁継承というところを押すと、こんな感じで継承先の装備を選ぶことができて、例えばこれ、刀を選んで、ここのね、空白の部分に自分の好きなスキルをつけることができます。自分の持っている他の武器のお気に入りのスキルを追加することができるって、これも結構やばいですよね。武器の攻撃力 4% アップをつけようとかね、できちゃうんで、結構いいです
ですよね。この機能をどうやって解放するのかというと、ストーリーとは関係なく、この因縁樹をゲットした段階で、この機能が解放されると思います。で、それはどこにあるのかというと、こちらですね。例えば、元町というところの全収集達成報酬に因縁樹 ×5 とありますね。僕も初めてゲットしたのはこの全収集達成報酬でした。別にこのエリアじゃなくても、他のエリアの達成報酬にもあったりしたんで、もう速攻この機能を解放したいっていう人は、やりやすいところを選んでやってみるといいかもしれないですね。また達成報酬以外でも、こういう闇商人の、雑貨購入で売ってたりするんですよ。ただこれを買うためには、お金とは別の、このなんていうんですかね、銀の延べ棒みたいな、僕今114しか持ってないんで、これ11個しか買えないんですね。だから結構数が限られてるんじゃないのかな、もしくは終盤までいかないと買うことはね、あんまり簡単にはできないんじゃないかなって思うのと、まだね、今中盤ぐらいなんですけど、そこまで、うわ、これ強えっていう武器に出会ってないんで、まだもったいないかなっていう感じはしてますね。ただもうすでにお気に入りの武器が決まってたりとか、これずっと使い続けたいっていう武器に出会っている場合であれば、もうここら辺はお楽しみ要素ですよね。自分の好きな武器の攻撃力とか、体力最大時に攻撃力上がる 7.2% とか、これはもうパリ強にはうってつけですよね。パリしてる人なんかダメージ食らわないんで、これめちゃくちゃ強いと思います。といった感じで、まだすぐにはこの機能を使わなくても、解放しとくだけしといた方がいいかなと思うので、ぜひね、達成報酬確認して、いろんなエリア旅してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。序盤からずっと役立つおすすめ攻略6選でしたが、いや、マジでこれで手に入る無限回復アイテムとか、猫の収集もめちゃくちゃ精が出ますよね。今作はね、マジでアクションが楽しいんで、遠距離も強いんですけど、もしね、バトルに慣れてきたらパリ中心にして遠距離は捨てて楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思います。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。思想の